Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。昨日ですね、ツイッターでちょっとつぶやいたんですけれども、このね M1MacBook Air ですね、これまで動画の方でも何度もお伝えしている最新のね MacBook Air、本当にね素晴らしいマシンなんですけども、あまりにも、この MacBook Air ですね M1 チップ搭載のものが素晴らしすぎて、今回ですね僕もう1枚買っちゃいました。もう1枚ですね新しい MacBook を、買ってしまいました。で、なんで新しいものをね買ったかと言いますと、僕はですね M1 チップ、最初は試しでね買おうかなと思っていたので、最小構成ですね、8GB のメモリ 8GB の、8 コア GPU、 そして、512GB のストレージっていう形で、一応ね下位と上位ある、上位の、最小構成ですね、こちらで、購入をしていました。で実際ね、もう2週間以上ね使ってるんですけれども、本当にねこれはすごいなと。もう軽いし、でそれでいてもめちゃめちゃサクサクしていて、今まで使っていた MacBook Pro よりもキビキビ動いて、動画編集もねバリバリできる、書き出しも早いっていう、本当に素晴らしいマシンなんですね。で、あまりにもここまでね素晴らしいマシンなのであれば、このね、とりあえずのモデルじゃなくて、ちゃんとね自分の構成に合ったものを買おうということで、もう1台ですね新しく注文していました。でそれがね2週間ぐらいかな、かかって届きました。で、新しくですね僕が買い直したこのモデルというのは、メモリ 16GB のストレージ 1TB ですね。メモリに関してはですね、そこまで 8GB でもいいんじゃないかなって思ったんですけれども、ストレージが 512GB だと僕の場合ね結構動画重いファイル使うので、ちょっと足りなかったんですね。どうしてもこう一つのプロジェクトで 50GB とか使っちゃうので、もうちょっとだけねストレージやっぱ欲しいなと思って 1TB のものを買おうという形にしました。せっかく 1TB のストレージ、買い替えるのであれば、メモリもね 16GB いっときますかっていうことで、16GB ねプラス2万円払ってカスタマイズしましたっていうのがこちらのモデルです。で結構ねこのモデル買った人多いと思います。 16GB メモリの 1TB のストレージですね、この構成かなり人気だと思います。で、今日はですね、こちら届きまして、実際じゃあこのね 8GB と、16GB メモリ、これがねどれだけ違うのかっていうのを使ってみて、僕なりにね感じた感想と、検証結果ですねお話ししようと思います。結構多いんですよね。この買おうと思ってるんですけど 8GB と 16GB どっち選ぶのがいいですかっていうね、質問が結構多いので、それに対するね答えになればと思います。はい、でそれでは始めていきましょう。で今回ですねこちらの 8GB と、16GB ですね、変わった点と変わらなかった点両方お話をするんですけれども、まずね先に変わらなかった点からお話をします。まずねもう本当に筐体は全く一緒です。本当にこのサイズ感だったりとか重さ、キーボードとかねファンレスなところとかって、外見のところはね、全く同じです。これは一応ね補足として、お話を先にしておきます。で、じゃあ実際ですねこちら使ってみて、中身のね挙動どれぐらい変わったかというところなんですけど、まず操作感、サクサク感というところに関してはほとんどね、違い感じませんでした。アプリの起動だったりとか画面の切り替えとかテキストの入力とかインストールとかですね、こういったところ見てみたんですけれども、少なくとも、1日、初日僕が使った感じだと、8GB とね 16GB ねそこまで明確にこれは違うなっていうポイントは見つけられませんでした。続いて2つ目の電池持ちですね。この M1MacBook 本当にね電池持ちがいいです。本当にこう1日使い倒してもですねまだ 20% 残ってるとか、本当に1時間作業しても 5% しか減らないみたいな感じで、本当にね電池持ちが素晴らしいモデルなんですけれども、こちらですね、8GB と 16GB、特にね、これも違いはないように見受けられます。まだ1日なので、そこまで断言はできないんですけれども、16GB の方がですね、メモリーパワーをね、積んでる分、早めにこう、電池消費しちゃう可能性とかもあるなっていうふうに思ったんですけれども、そこまでね変化はないです。なので、この辺りの、動作のサクサク感、電池持ちみたいな根幹に関わるところに関しては8と16はねほぼ、差を感じませんでした。続いて動画の編集なんですけれども、まずねフル HD、1080p の動画ですね、一般的な動画のサイズなんですけども、ここで、作業した感じで言うと、ここもね
ほぼほぼ、差をね感じませんでした。僕の場合はファイナルカットプロですね、Apple 純正のもので作業してるんですけれど、フル HD だと編集のサクサク感だったりとか、あと動画の書き出しですね、これも測ったんですけど、ほとんどね、違いはなかったです。なのでここまで前半のお話ちょっとだけまとめますと、ほとんどの作業ですね、テキストワークだったりとか、ブログを書いたりとかね、大学生がね学校の授業を受けたりとか、営業の方が持ち運んでメールを作成したりとか、プレゼンの資料を作ってとかっていうね、それぐらいの作業だったらこちら 8GB の M1MacBook でも十分すぎると言えます。むしろこれだけ安くて、これだけ軽くて、電池が持ってこれだけの作業をこなせるっていうことであれば、本当にねこの M1MacBook を超えるマシンってなかなかね今の時代ないんじゃないかなと思いますね。そして YouTuber とかちょっとね重い作業をするような方でもフル HD の動画作るぐらいだったら全然ね 8GB の MacBook で問題ありません。僕の場合もこれで2週間ぐらいやってたんですけど、かなり快適にね動画作ることもできましたし、生配信ですね、 OBS っていうソフトを使った生配信の配信も今までのね MacBook Pro 32GB よりもですね快適にすることができました。高品質ですることができました。なのでほとんどの方はこちらのね 8GB で大丈夫だなっていう結論でした。ではですね、この 8GB と 16GB 実際に試してみて、僕が明確に違うと感じたポイント、これがねあったのかっていう話なんですけども、それはねありました。実はね一つありまして、それちょっとお見せするんですけれども、こちらですね、 4K の動画編集ですね。 4K の動画編集をしている時のアニメーションの挙動になります。もちろんですね、こちら 8GB の MacBook Air でもですね 4K の動画編集今までできてたんですね。なんですけど、唯一ちょっとね引っかかりというかカクカクするなって感じていたのがトランジションとかね、ちょっと絵がね大きく変わる時のアニメーションですね。これをレンダリングをすればですね滑らかになるんですけれども、レンダリングをせずにですね、ただ動画の中に当てはめた状態だとこんな感じで結構ねカクカクしちゃうんですね。一回こうねプレビューが止まって、でまたちょっと待つと動き始めるみたいな感じで、割とねここの部分だけはちょっとしたストレスだったんですね。そこまでねアニメーションこう多用しないのと、レンダリングねしてしまえば普通に見れるので、あんまりこう問題には感じてなかったんですけれども、これをですね 16GB の MacBook で同じねファイル編集してみたんですけども、こちらだとレンダリングなしでもすごい滑らかなんですよ。ぬるっとこのトランジション作成してくれるので、編集しててすごく気持ちいいんですよね。この出来上がりの姿がねそのままその編集の時点で見れるということで、これはねちょっと感動しました。なので 8GB と 16GB ですね、アニメーションを多用する方、トランジションを多用する方っていうところは、こちらでね 16GB 恩恵ね受けられるんじゃないかなと思います。であとは書き出しですね。 4K の動画 4K30p の動画を書き出ししてみたんですけれども、動画の書き出しはですね同じファイル同じね動画、使いまして、これはこの間の動画なんですけれども14分16秒のね、動画を書き出しました。で、そうするとですね 8GB のメモリだと14分の動画がですね9分20秒で書き出しすることができました。でも 4K30p の動画を8GB のメモリでこれだけの速さでもう書き出せるってこと自体がまずねまずもってすごいことなんですけれども、今までの MacBook だったらこれの倍ぐらいかかってました。倍以上かかってたんですけれども、これがですねその動画の実時間よりも短い時間で書き出せてるというのがまずすごいことなんですけれども、こちらですねメモリの使用状況ってもちょっとだけ見てみました。でそうすると8GB ね物理メモリがあるのに対してだいたいですねこう使用しているメモリが 7GB とかね 7.5GB ぐらいってことで、マックスまではいかないんですけれども、その分ですねやっぱりスワップのメモリっていうのも結構出てました。スワップのメモリっていうのはですね、例えば 8GB ねメモリ搭載していて、実際の負荷がその 8GB を超えた時にですねちょっと余ってしまったその 1GB とか 2GB を SSD こちらのストレージの方に仮想のねメモリとして回してあげて処理をするというものですね。これによってメモリの不足を補えるんですけれども、その分ですね、本当のメモリじゃないのでちょっとねパフォーマンスが落ちますってものなんですけれども、これがねちょっと出ていました。だいたいですね書き出しをしている時に、2GB から 4GB ぐらいですねの間で出ています。でメモリプレッシャーっていうねものをアクティビティモニターで見れるんですけれども、どれだけメモリに負荷がかかっているかっていうものですね。こちらもねところどころオレンジだったりとか赤いものが出て、結構ね 8GB もフルフル、使い切ってるなっ
っていう印象ですね。8ギガ使い切って、これだけパフォーマンスがね出ている。それでいうとですね、しっかりこの8ギガっていうね限られたメモリをこのアップルがですね極限までこう使い切ってるっていうところで考えるとやっぱりねすごいシステムなんだなっていうふうに思います。でそれに対してですね 16GB の方でもですね全く同じ14分16秒の動画を書き出してみました。でその結果としてはですね書き出しにかかった時間は8分49秒ということでおよそ30秒ぐらいの差ですね。なのでそこまで書き出しでもあんまりね大きな差は出ませんでした。ここの30秒ぐらいっていうことだと、正直ね誤差の範囲もあると思います。なのですごくね16ギガにしたからといって書き出しがね早くなるっていうことではないですね。で一応ねメモリのスワップも見てみたんですけれども、ここはですね、先ほどの8ギガよりはねスワップあんまり出ませんでした。だいたい11ギガから12ギガぐらいですね。僕の場合だとアプリケーションで使っていて、なのでスワップが出たとしてもですね、だいたい500メガとか1ギガ未満で収まるっていう形ですね。なのでこうメモリプレッシャーのね値とかを見てもでもね結構ね余裕はありそうな形でした。とはいえですね書き出しの速度とかそこまで変わらないので、現時点ではねそこまですごいね差はないと思います。もしかしたらですねまだちょっと余力があるっていうことなので、今後のファイナルカットとか Mac のねアップデートによってはですねパフォーマンス発揮できる可能性はまだ残されているっていうところですね。で今回はね検証僕ファイナルカットプロですねメインで使っておりますので、そちらで情報をもとにですね使っております。でコメントでね結構プレミアだとどうですかとか、あとはプログラミング結構するんですけどその時どうですかっていうね質問をよくいただきます。なんですけど僕はプレミアとかプログラミングの専門家ではないので検証がねちゃんとねできないんですね。なのでそのあたりはですねこうプレミアプロをちゃんとメインで使っている方とかプログラミングをねしっかりされている方で M1 買った方がねきっと検証してくれるはずなのでそういう方のね投稿を待ちましょう。はい、ということで今回は簡単にですね 16GB のメモリを搭載した M1MacBook Air ですねこちらの検証というか軽い感想ですね、ファーストインプレッション初日の感想についてお話をさせていただきました。で、お伝えした通りなんですけれども、ほとんどの人だったらやっぱり8ギガでね、十分かなっていう感想でした。軽い作業とかねそこそこ重い作業ぐらいだったらもう全然8ギガで耐えうるので全然ね安心して買ってしまっていいと思います。で逆にですね、その16ギガ恩恵感じられる人どういう人かなっていうと、僕みたいにですね 4K の動画編集をする人、高負荷のね作業をねたくさんしますよっていう方はですね、その差額2万円ですね、2万円の差を感じられるかなっていうところでした。そもそもがですね今回のこの M1MacBook、M1 チップがねすごく優秀すぎるので8ギガでもですねだいぶ事足りてしまうんですね。なので僕みたいにですね、とりあえず安心を買いたいなっていう人だったりとか、アップルさんこんだけ素晴らしい、マシンを作ってくれてありがとうっていうね、感謝の気持ちを表してお布施をね払いたい人は16ギガ、頼んでみてもいいと思いますっていう感想でした。今回ねまだ、初日の感想なので、そこまでね断言はできないんですけれども、これからですねまだ1ヶ月とか2週間とか使ってみて気づくことがあれば、動画でお伝えしたいなと思います。はい、こんな感じでねこのチャンネルモノグラフではこういったガジェットのお話ねよくしておりますので、初めて見た方はぜひチャンネル登録、いつもね見ていただいているよっていう方はですねぜひぜひ高評価の方を押して書いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。